機動戦士ガンダムダブルゼータにおいて、ハマーン率いるネオジオンが引き起こした第一次ネオジオン構想は、ネオジオンの自滅的敗北により終結。宇宙における反地球連邦の最大勢力が消滅したことで平和が訪れたかのように思われました。しかし、映画逆襲のシャアでは、第一次ネオジオン構想から4年後、シャア・アズナブル率いるネオジオンが連邦に対して宣戦布告を行い、第二次ネオジオン構想が勃発します。この空白の4年間には一体何が起きていたのでしょうか。今回はそんな第一次ネオジオン構想と第二次ネオジオン構想の間の空白の4年間にまつわる物語について見ていきたいと思います。宇宙世紀0089-1月、第一次ネオジオン構想終盤にグレミー・トトが起こした内乱により、ネオジオンはハマーン派とグレミー派に二分され、激しい内乱を繰り広げていました。しかし、最終決戦となったアクシズとコア3における戦闘で両指導者とも戦死。その結果、ネオジオンは統制を失い、迫り来る連邦艦隊への対処は各将兵の判断に委ねられました。この時、指導者を失ったことで大半のネオジオン兵は投降を選びますが、ジオン再興を目指しての撤退を選択し、連邦との交戦を選択する者も少なからずいました。しかし、数で勝る連邦艦隊には対抗できず、残党軍は次々と撃破されていきます。そこで自ら戦線に赴き、多くの兵士を救った将校がいました。それがリュース・クランゲル少佐です。漫画「機動戦士ムーンガンダム」において、リュースはゲーマルクの系譜に連なる機体ダグドールに登場し、迫り来る連邦のモビルスーツ部隊と交戦。残存したネオジオン将兵たちを言葉巧みに奮い立たせ、自分の派閥へ引き込む形で機関グワーシャへと誘導しました。これにより残存する戦力を吸収することに成功したリュース派は、ジオン残党軍の中でもトップレベルの力を持つ派閥へと成長していきます。しかし、リュースの派閥がネオジオン最大勢力となることはありませんでした。それは、シャア・アズナブル元イ・キャスバルレム大君に被験するほどのネームバリューがなかったからです。リュースは、トト家に必見するジオンの名家クランゲル家の出自でしたが、第一次ネオジオン構想以降、旧ジオン公国以来の貴族の力は廃れていたので、リュースはジオン大君の維持に負けないようなブランド力を持つ旗印を求めていました。そこで目をつけたのがミネバラ・オザビです。ハマーン率いるネオジオンが担ぎ上げていたザビ家の維持であるミネバは、ジオン残党にとって大君にも負けない価値を持っていました。しかし、第一次ネオジオン構想の終結後、連邦に投降したミネバは影武者であり、本物のミネバの動向は長らく行方不明となっていました。そのため、リュースはミネバを探し出そうと画策します。一方で、この頃の連邦軍は表面上の勝利に満足し、宇宙への関心を失っていきます。そのため、反地球連邦組織への対策をあまり講じておらず、度重なる紛争で生じた難民問題を解消する政策も、コロニー2機を改造したものに強制的に難民を収容するといったずさんなものでした。そのため、地球と宇宙の圧力は以前よりも悪化しており、スペースノイドの反連邦政府感情は徐々に強まっていきます。0090に入ると、反地球連邦組織の活動は激化し、テロや小規模な戦闘が頻発していきました。こうして宇宙の抵抗が激化したことで、連邦も重い腰を上げ、同年3月21日に設立されたのが連邦宇宙軍独立機動艦隊ロンドベルとなります。エウーゴやカラバの部隊、そして一年戦争の英雄アムロレイも着任。ネール・アーガマが機関として選ばれ、ブライト・ノアが艦隊司令を務めることになりました。こうして反連邦組織の捜索や掃討を行うべく結成されたロンドベルですが、任務の重大さに対して戦力の規模はかなり小さく、ゼータガンダムを要請しても却下されるなど、現場からの戦力増強要請もなかなか受理されない状況が続きます。これは連邦上層部にティサーンズ増長のトラウマが残っていることや、ブライトやアムロに造反された時を危惧しての処置だと考えられます。それでもロンドベルは少ない戦力の中で独立部隊ゆえのフットワークの軽さを生かして様々な有事に対応していきました。0091にはティファーンズ残党のカルサイコガンダムマーク4ジードアーズと交戦し、これを撃破。また0092にはミネバを護送する偽装貨物船アタラント3を発見。アタラント3とロンドベル隊が交戦したことをきっかけに、
幻の頃にムーンの少年ユッタ・カーシムがミネバと出会い、ムーンガンダムに登場することになります。こうしてミネバを求めるリュース派、北極に潜伏する大軍派、ロンドベルによる戦いが繰り広げられていきます。ただこのミネバも影武者の一人と思われる描写がされていて、一部の人間はそれに感づいている上でミネバの名を持つ少女を利用しようと暗躍しています。なお本物のミネバが再び歴史の表舞台に立つのは0096のラプラス事変となります。ゲーム UC エンゲージや PS 用ゲーム機動戦士ゼータガンダムではシャアの手によって本物のミネバがアクシズから連れ出される様が描かれているので、本物のミネバはシャアに連れ出された後しばらくは行動を共にしていたものの、何らかの理由でシャアと友とを分かち、それからは甲虫貨物船ガランシェールで逃亡生活を行っていたと考えるのが良さそうです。また第一次ネオジオン戦争終結から半年後、大軍派でもリュース派でもないネオジオン残党が活動を始めていました。それが漫画機動戦士ガンダムバルプルギスで描かれるハマーンの妹セラーナ・カーン率いる派閥です。姉とは異なり、セラーナは戦争を嫌う穏健派で、ネオジオンが敗北した際には連邦による降伏勧告に従うよう進言していました。しかし降伏勧告を良しとしない将兵たちは連邦軍の挑発にはまる形で次々に撃墜されていきます。そこでセラーナはキュベレイの発展型であるプロトタイプリマーテルで出撃。戦闘中にホロスコープで投射したハマーンの大型立体映像を通してネオジオンの将兵に戦闘中域からの撤退を訴えかけました。これにより多くの将兵を撤退させることに成功します。しかし撤退した将校の多くは連邦が疲弊している隙を突くために戦闘の早期再開を求め主戦論を唱えていました。それに対してセラーナは連邦以上に疲弊した軍ではスペースノイドの自治独立を達成できないと考え、強硬派を抑える力を得るため自身に強化処置を施します。そしてセラーナは記憶すら書き換えハマーン・カーンへと成り代わりました。こうしてハマーンの名をもってネオジオン残党を掌握し、0089-7月にはサイド2コロニーオリンポスへ侵入。シロッコの人格と記憶を引き継ぐ少年マシロオークスのオーベロンと交戦しています。こうして各地でネオジオン残党派閥が力を蓄える中、シャアも軍備増強のため暗躍していました。その動向はいくつかの作品で描かれています。まず漫画逆襲のシャアビヨンド・ザ・タイムです。本作ではシャアは新型モビルスーツの開発を行うためにナナイ・ミゲルの研究していたサイコフレームに目をつけます。一年戦争時フラナガン機関によりスタートしたサイコミ研究ですが、第一次ネオジオン構想頃には一般兵用の装置が開発できるほど研究は進んでいました。これにより誰でもニュータイプのような力を発揮できると可能性を感じた研究者たちは、より人体や精神に影響を与えずかつスムーズに人の意思を感知できる装置の開発も進めていました。そのうちの一つがナナイの下で行われていたサイコフレームプロジェクトです。サイコミ機能を素材そのものに内蔵することでモビルスーツに搭載する際の省スペース化と設計そのものの自由度向上にも貢献できる画期的な技術でした。これに目をつけたシャアはナナイの協力を取り付け、サイコフレームの研究とそれを搭載したモビルスーツの開発を進めていきます。その一環として機動戦士ムーンガンダムではサイコフレームを機体の構造部ではなくファンネルそのものに組み込んだサイコプレートを開発していました。なお開発を秘密裏に進めるため似た県の技術者も合流していたティターンズ残党へ一連の情報をリークすることでサイコガンダムマーク4 G ドアーズを建造させています。その後性能の実証を行い用済みとなった後はシャアが匿名でロンドベルへと通報。アムロのリックディゼによって G ドアーズが撃破されました。なお撃破された G ドアーズのサイコプレートと頭部は後にバルギルへ移植されてムーンガンダムへと名を変え再びアムロと交戦しました。この時の戦闘でアムロはムーンガンダムのサイコプレートがフィンのような形状をしていることに着目し、フィンファンネル開発のヒントにしています。一方のシャアは南極基地に潜伏し、サイコプレートの開発データをもとにサイコフレーム搭載機の開発を進めていました。0092頃にはサイコガウやサザビー初期試験型を開発し、
重力下での運用試験を行っています。なお、シャアが地球にいることをロンドベルは察知できませんでしたが、これはネオジオンと連邦議員との密約により黙認されていたからでした。作中ではアタラント3に潜入している内通者の活躍により、ムーンガンダムに登場していたユッタとミネバが南極へ降下。これによりシャアはミネバを保護することになります。しかしムーンは連邦や領商会と麻薬の取引を行っていて、ミネバがそれを知ってしまっていることから、口封じのためにロンドベルを危険な南極へと降下させています。また領商会も独自のモビルスーツ102匹を投入し、ミネバ暗殺をするべく動いています。次に漫画 MSVR ジョニー・ライデンの機関におけるシャアの活躍についてです。0089連邦政府は一年戦争期の混乱で散逸した資料の収集検討と編纂保存をフェデレーションサーベイサービスへと委託しました。そして0090 FSS のモビルスーツパイロットレッドウェイラインはキマイラ隊技術部隊ヒドラのモビルスーツ回収専用艦ミナレットと環境破壊兵器アスタロスを賛否するザビ家の復讐装置をめぐる戦いへと巻き込まれていきます。本作ではコンペイトウ空域でシャアは姿を現しました。もともとは近くの中域で装備テストを行っていただけでしたが、戦闘の光を見るやサイコフレームのテスト用リジョに登場し、レッドたちの戦闘へと介入しました。そして中域にいたモビルスーツを一気に相手取り、最終的には機体を半壊させるほどの負荷をかける戦闘を行っています。なおこの時期のシャアは迷いがないため、歴代でも屈指の戦闘力を誇っており、ヤザンから本当にあの金ピカを操っていた男かと言われるほど圧倒的な実力を見せつけていました。その後アルレット・アルマージュやダントン・ハイレッグを月のアナハイムエレクトロニクス社へと向かわせ、サザビーの開発を進めるのと同時に開発中のニューガンダムの偵察を命じています。この際アルレットがニューガンダムを普通のガンダムと評価していたことから、シャアはアムロへのサイコフレームの提供を決断したと思われます。その後の旧アバオア空中一機におけるミナレットをめぐった戦闘では、ヤクト動画開発用のテスト機ディジェトラバーシアで出撃。しかしミナレットが起動してダッシュが不可能と見ると、連邦の手に渡さないためにミナレットの破壊へと作戦を変更しました。もともと自身の地球人類の粛清という目的にザビ家の復讐装置は必要ないと考えており、あくまで確保できた際のセカンドプランと定めています。またアムロと決着をつけることを何より優先しているため、宇宙が滅んではアムロが出てこないという考えから、ミナレットをダッシュではなく破壊へと切り替えていました。これらのように第一次ネオジオン構想と逆襲のシャアをつなぐ空白の4年間は様々な漫画作品で描かれています。他にも漫画ダブルフェイクアンダーザガンダムでも0090を舞台とした物語が展開されていました。本作ではスペースノイドの反連邦政府感情が高まり、各地でテロが発生。これに対抗するため連邦の主導でコロニー公社によるコロニー再建計画が進められますが、秋コロニーはテロリストが住み着いているケースが多く、連邦軍の護衛なしでは再建もままならないほど治安が悪化していました。そんな情勢下で自身で組み上げた D ガンダムを狩る主人公ダリーニエル・ガンズがネオジオン軍との戦いに挑んでいくことになります。なお本作でシャアは登場しないものの、作中の人物からは大佐と呼ばれ、たびたび言及されていました。ちなみに時系列的にはムーンガンダムなどと同じですが、ムーンガンダムではイリアパゾムがリュースの部下になっているのに対し、ダブルフェイクではシャアの部下になっているなどの矛盾点があります。しかしガンダム F90 ファステストフォーミュラの年表で本作の事件が掲載されていたりするので、どちらを正史とするのか扱いが非常に難しい作品となっています。またゲーム UC エンゲージではシャアは胸部が複雑仕様のサザビーに登場。スイートウォーターの選挙に向かうことをアムロに告げるために姿を現し、アムロのリック・ディゼと交戦しています。こうした準備期間を経て宇宙世紀009212月にシャアはスイートウォーターを占拠。0093-2月には連邦政府に宣戦布告し、アムロとシャアの最後の戦いが繰り広げられることになっていきます。ということで以上、逆襲のシャアまでの空白期間についてでした。0090頃の歴史は
全ての作品を同時系列として扱おうとすると矛盾点が各所に見られるので、個々のファンが好きな物語をつなぎ合わせて解釈しておくのがいいのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。